はい、どうも、JMK ライドのファルコンです。フリースケートの練習方法やコツなどを教えてます。今回は、自走結構慣れてきて、ウィール削れちゃいました。で、ウィールの交換時期っていつなんですかっていうことを聞いたりするんですけど、ぶっちゃけ、ウィールの交換時期って、人それぞれです。普通、このぐらいのね、これ新品なんですけど、このぐらいのウィールの太さなんですけど、こんな感じね。で、これで芯が見えるまで使い込む人もいるし、ちょっと乗りづらくなってきたなって言ったら交換する人もいます。なので結構人それぞれなんで、変える時期はちょっと乗りづらいなって思ったりした時に変えてもいいし、ちょっとお金もかかっちゃうし、ウィールって消耗品なんで絶対削れてくるんですけど、で、お金もかかっちゃうからギリギリまで使い込む人もいるんですけど、ウィールの性能的に言うと、ウィールがしっかり回らなくなってきたら、もう交換になります。例えばなんですけど、これ使い込んでるウィールです。わかるかな。もうそもそも丸じゃないんですよね、ここ。もうこんだけこっちが削れてきちゃって、もうこれだとぐる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 回ると、ここら辺は丸だからいいんだけど、これまた一回転してきて、またここに来ると、またこっちすごい削れちゃってるんで、ガタン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 って回っちゃうんですよ。なので、もうこういう形になってきちゃったら、もう交換です。で、じゃあ実際、ウィールを交換しましょうってなるんですけど、ウィールの交換の仕方ってそもそもどうやるのっていうのがあると思うので、今回はそのウィールの交換の仕方について説明します。で、ウィールの交換方法なんですけど、これを使います。で、実際に外してみましょう。どっちか側に必ずこの六角の穴があるんです。見える？こっち側にはない。こっち側に六角の穴がある。で、最初はこの短い方を使って、まず六角の穴に差し込みます。どっちも足。こっち？これ閉めてる。時計回りで閉める。時計回りで緩める。ちょっと喋っちゃダメ。ちょっと時計回り。お。最初結構固く締めてるので、この短い方を使わないとグッとやった時に手怪我しちゃったりするんで、短い方まず使ってください。で、ある程度緩くなってきたら長い方を使ってくる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 って外せます。そしたらもうあと手で外せるんで外します。で、一応簡単にパーツの説明。これアクセルボルトです。で、この逆側についてるこれ見えねえな、これナットです。で、ウィールとウィールの間についてるこれスペンサーって言います。で、ウィールがあって、ウィールの真ん中についてるのこれベアリングって言います。これがフリースケートで使うパーツのすべてになります。で、このウィールもう削れて使えないものだとします。で、この六角レンチ使ってベアリングのこの穴のところに六角レンチ差し込んじゃいます。で、これで上下にグリグリやるとベアリング外れました。片方
今外しただけなんですけど、こんな感じです。もう片方、こっちはもうまだついてるんですけど、こっちはもう外れてます。同じように逆も外しましょう。これが反対側で、これとこのベアリングがウィールの中でこういうふうにやってひっついてる感じですね。で、これ削れてない新しいウィールなんで、また元に戻すんですけど、交換するってなったら古いウィールは捨てて、新しいウィールにまたこのパーツを装着していきます。で、装着の仕方なんですけど、このベアリングをウィールだけだとこういうふうになるんですけど、ここの穴にはめていきます。まだ全然浮いてるんですけど、一回ちょっと軽く若干はめ込んでください。あとは力でグッと押し込みます。で、逆も同様にベアリングを軽くはめ込んでからグッと押し込みます。これでベアリングが装着された状態になるんですけど、ここの芯の内側の部分、これを内側、逆側押さえてください。見えるかな。これで内側を押さえている状態で回ってるよね。反対側もこの丸の部分が回っていればしっかり回ってることに、はまってることになります。見えるね。で、このベアリングがしっかりはまってない状態だと、片方を押さえて芯の部分をくるくるくるって回しても反対側回りません。で、その状態でまたウィールを元に戻してしまうと、ウィールこんな感じでくるくるくるって回ってくれません。なので、ベアリング装着するときにはしっかり両方かっちりはめてもらって、芯の部分を押さえて反対側もしっかり回るかどうか試してください。じゃあここまでできました。じゃあ次どうするのか。パーツの構造的に言うと、ウィールがあります。スペンサーがあります。で、スペンサーがウィールの両サイドに分かりづらいな、これ。こうやればいいか。こんな感じでくるようになります。で、この状態にしてここにはめます。で、はめた後にここの部分、丸ですね。こっちの部分、六角形になってます。で、アクセルボルト、これ丸です。で、このナットの部分、見える？これ六角形になってます。なので、六角形の部分にナット、丸の部分にアクセルボルトを入れるようにしてください。じゃあ実際はめ込んでみます。じゃあまずウィール元の位置に戻すんですけど、この時にスペンサーをすでにセットしておかないと後々入れづらいので、先になんとなくスペンサーをウィールの中の方に入れといて、このままはめ込みます。わかり
りますかね。こんな感じで若干この中に入ってる状態なんですけど、でこれに合わせて片方のナットをスペンサーの中にはめ込んで装着します。こういう感じ。ここにナットがあってスペンサーがちょうどはまってる感じですね。で同じように逆サイもアクセルボルトを差し込んでスペンサーを通します。であとはベアリングの穴を貫通させてナットアクセルボルトが貫通している状態になっていればこれでいいです。あとは軽く手で回してもらって、ある程度硬くなってきたなと思ったらまたこの六角を使って締めていってもらいます。である程度硬くなってきたらこの短い方を使ってしっかり締めます。もうめちゃくちゃ硬くしても問題ないです。このめちゃくちゃ硬くしている状態でもしっかり回ります。長くフリースケート乗ってるとそのウィールの交換は必ず起こりますので、この動画を参考にしてウィールの交換やってみてください。じゃあ今回はこれで以上になります。また見てねー。